壁材を塗っていきます。和の雰囲気の土壁風に見える。こちらの植物を活用して塀を作っていくね。古民家再生みたいな。オリジナルの歌舞伎門。建物にあった瓦を選びました。これで終わって1週間ぐらい養生で型を取って屋根のデザイン仕上げをしていきます。順序として先にちょっと瓦が来たんで瓦先に乗っけて、その後ベースモルタルで全部ブロックを塗っちゃいます。あとは歌舞伎門にも同じ瓦はつけますけども、壁においては一応瓦こいで終わりです。そちらは低くしたのって何か理由があるんですか？こっちは今植物がこんだけあるんで、梅の木とか茎がスカーンと見えてもいいかなという感じで、さつきとか銅弾があるんで、それをここにこの塀沿いに今植えようかなと。移植してあっちの茎はもうオープン。こちらの植物を活用して茎を作っていくって感じですね。梅をそうやってちっちゃくしたやつをその脇からグッと出す、形的に。じゃあ逆に言えばそれだけ使える植物がいっぱい植えてあるってことですね。結構ね古い杉とか銅弾があるんで、結構面白い形に作り変えることもできるんで、それ使っていきたいと思っています。屋根の部分を脱雪しまして、1週間経ったんで瓦と
それから屋根の形を成形していきます。こっちが直線なんでちょっと柔らかみのある、ちょっと上からの線路も R をつけた感じにしていこうかなとは思っております。普通の屋根のような直線的な構造じゃなくて、少し曲線的な屋根で、そのためにセンターにブロックを積んで、それから一応今屋根自体10線ぐらい脱雪したんですけど、その上にちょっと持った形で曲線を出したような感じの屋根にしたいと思ってます。屋根の成形はあまり重たくさせたくないんで、一応こういう発泡系の骨材を入れてセメントで、できるだけ荷重が乗らないような形で成形していこうと思っております。セメント一体とこれを一袋という形です。普通のモルタルでやるより軽くなるって軽くなりますね。ちょっと成形もしやすいんで、こういう形で。一応ですね、ベースモルタルが、塗り終わったんで壁材を塗っていきます。でこれをですね、和の雰囲気の土壁風に見える通素材です。で塗っちゃうんですけど、下から GL からあれ300か400ぐらいは幅木で石張りなります。だからそれをある程度塗った状態で石張るようになります。はい。で石はですね、こういう鉄平のこれを圧着でちょっと細かいんですけど、こうやってパネル的になんつうんだっけ、こうやって絵柄を作って紙のパズルパズル的に貼っていくという。じゃあこの袋に全部石が入ってると。これ入ってます。これ上だけじゃなくてポイントにこれからやるときにちょっと使えるんで結構あります。これはシーラー、下時代に下のちょっと押さえるやつ。これ結構最近使うんですけど、骨材がこう出てきて自然石っぽいような仕上げにもなりますし、色も豊富っつうか選べる。ジョリパッドとかちょっとそれとは違った和の雰囲気が。以前も和の塀で使いましたよね。そうですね、これは和の世界においてはちょっと使ってますね。これが自然石じゃないけどこういう見かけの自然石の中から風合いが出てきます。じゃあそれを壁材に混ぜる。そう混ぜて最後これが出てくるようにハケで水洗いちょっとするとこの骨が出てきます。はい。
で一応幅切りとしてここまで石を張っていきます。塀になってる部分は全て下の方にはそれが入るっていう。そうですね。だいたいこのぐらいの高さで張っていくつもりでいます。ここにあったやつ、入り口の土間を打つために、仮設の入り道をここ開放しました。でここにあった植木はこれはもう移植としてこっちの径に入れ込むんで、一応掘り取って今状態です。であと梅をですね、入り口に使いたいと思って形的に移植するやつは選定しまして、で今日はそれを移植したいと思っております。ね、そこだったら邪魔だもん。さあこれ植木はどの辺まで植える？今ここのブロックを電柱の控え黄色いとこまで一応植えるつもりでいます。銅弾とサスキをここに卵を入れて、植木はもうほとんど地肥類は別としてね、植わってるやつを全部利用するっていう形でやってますから。
植物の移植は大体これで終わりました。で最初からちょっと胴段とかさつきが大きさが違かったんで、ちょっとアクセントをつける形で、これだけであれなんで、手前の方に一応これからここをやるのは600ぐらい、このぐらいの両腕地垣っつう竹垣を手前に作ります。でこっちはまあ径としたら終了になります。道路の方は枠を作って大きな平板を据えるという感じで、こちらの方